東京大学大学院農学生命科学研究科の斉藤嗣之先生です。よろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。東京大学の斉藤と申します。本日はですね、店舗参加 CNF、に関するお話をさせていただきたいと思っています。店舗参加 CNF の、夢と現実、そしてこれからに関しまして、当研究室の研究成果を中心に、それぞれの項目についてお話を申し上げたいと思います。でそもそも店舗参加 CNF ですが、店舗参加法、ご存知の方ももう多いのではないかなと思いますが、店舗参加と呼ばれる化学反応をパルプの前処理に使って生産するセルロースナノファイバーです。で形態、外観としてはこのような透明なゲル状の物質で、セルロースナノファイバーの形状は直径が約3ナノメートル、2、3ナノメートルで非常に細くて均質であること、これが最大の特徴になっています。で店舗参加に限定したナノファイバーの特性というのはそんなに多いわけではないんですけれども、特にこの黄色で色付けしたような特性が特に店舗参加 CNF、 そして化学解質型の CNF に非常に強く見える特徴になっています。で我々はこの店舗参加 CNF、特にですねその形ですね、2、3ナノメートルと均質で細く均質に分散しているこの形状の特徴を中心に捉えて、ナノファイバー1本の構造または物性、フィルム状のナノファイバーの集積体、またはこのようなブロック状の多項体、そして樹脂補強とそれぞれの項目について、店舗参加 CNF の特徴を生かして研究を展開してまいりました。で本日は特にですねこの下の3つですね、フィルムと多項体、そして樹脂補強に関して店舗参加 CNF が見せるような理想、夢、現実、そしてこれから我々が大学の研究室として取り組んでいきたいことについてかいつまんでお話しさせていただきたいと思っております。まず店舗参加 CNFですが、まず簡単に申し上げますと、店舗という酸化触媒を使って径内にシュウ化ナトリウム、そして次亜塩素酸を共存させることで一級水酸基、セルロースの一級水酸基だけを選択的にアルデヒド基、そしてカルボキシ基へと酸化する反応です。でセルロースの一級水酸基とは C6 位に相当します。セルロースの分子差、直差の伸びきり分子差に対して C6 位は上下上下と、交互にこう出てくる、きます。でただ、天然自然界においてセルロースというのはミクロフィブリルという結晶性の構造単位を形成している、これがセルロースナノファイバーの原単位に構造単位にはなるわけですが、セルロース分子がこう結晶化してこのような構造を作っていると。でこれに対して店舗酸化を仕掛けると、そのミクロフィブリル表面に露出した C6 位のみが選択的にカルボキシ基へと酸化されることになります。これはパルプ繊維があって、それを構成するセルロースミクロフィブリル、その界面、ミクロフィブリルが結束会合しているミクロフィブリルのこの間に薬品が染み込んでいって、その表面に露出している C6 位だけを選択的に酸化します。したがって表面分子差だけ見れば酸化されたグルコースユニット、酸化されていない、されていると、交互にC6 位が酸化される状態になります。でこのようなイオン性官能基をミクロフィブリルの界面に導入することで、ミクロフィブリル間の結束ですね、強い凝集力に対して、防潤性を付与する、結束をほどきやすくすることができます。でそこに軽微な機械処理を加えることで、冒頭申し上げたような透明のゲル状の分散体が得られます。今では店舗酸化に限らず、リン酸化ですとか最近硫酸エステル化等々、いろいろな化学解質法が報告されておりますが、基本原理としてはミクロフィブリルの
界面にイオン性感濃器を導入し、そこで反発力を入れることでほどけやすくするということになっています。で、今冒頭、このように店舗参加の反応選択性から表面に一個一個出ているですとか、いろいろな構造解析をずっと我々進めてきて、モデル構造としてこのようなものを提案しております。ミクロフィブリル1本のその表面に露出する C6 位を選択的に酸化すると、このような、この点灯球がカルボキ式の酸素原子です。カルボキ式 COO で Na、ナトリウムイオンがついています。だから OO だと思ってください。すなわちこれ2つで1つのカルボキ式。で、理想的にはこれぐらいの間隔で、カルボキ式が導入されているというふうに、モデル構造として我々は捉えています。で、これから本当にこうなのかといったことに関して、やはり原子間力顕微鏡ですとか、いろいろな顕微鏡技術を使って、これを可視化していくようなことも今、考えて研究も進めています。で、ある意味ナノファイバー、いろいろモデル構造ばかりが一人歩きしているんですが、最近我々の、がだんだん分かってきたこととして、そんなにナノファイバー、綺麗じゃない。我々最近18本モデルというものを提案していまして、ミクロフィブリル1本がセルロース分子差18本から形成されていると。で、そのまままっすぐでいればいいんですが、局所的に、回線過程、ナノファイバーへと解きほぐす過程で部分的にへこみ血管が、入ってきてしまう。そんなことが、統計解析、原子間力顕微鏡のデータと統計解析の結果見えてきたということで、ナノファイバーの形ですとか、いろいろな表面の間濃器分布に関していろいろな理想論が、モデル構造出ているんですが、もう少し例えば化成品としてプラスチック分子化学構造が分かって、分子量が分かって、いろいろなことが分かるようなものとして産業資材として回っていると思いますが、ナノファイバー自身もしっかりと形をしっかり把握していく、間濃器の分布を3次元でしっかり理解していく、それがしっかりできないと、やっぱりその次につながっていく機能性というのが、しっかりデザインできないんじゃないのかなというふうに理解しています。で、今日はちょっと、こういった構造の基礎的な構造解析、我々大好きというかよくやってるんですけれども、こういったところではなくてですね、もう少し材料、構造体作ったところの夢と現実として、今後向かっていくべき方向性についてお話をさせていただきたいと思っています。で、まずはじめ、フィルム状の構造体、この後乃木先生から、この透明な紙についてはより、細かい詳述されると思いますが、特に店舗酸化 CNF、化学解質型のこのゲル状の分散体を、普通に乾燥させると、きれいな透明な膜ができます。で、本当に見た目はただのペラペラなプラスチックなフィルムなんですが、その物性は非常に驚くべき、目を見張る物性を兼ね備えていると。配光制御、遠心等々なく、ヤング率10から15ギガパスカル、引っ張り強度で200から400メガパスカル。矢野先生も冒頭ご紹介されておりました熱膨張がガラス並みに低くて、そしてガスバリア性も出てくるということで、ものすごい高機能な膜状材料ができたということで、10年前、私の恩師であります磯貝先生を中心に、いろんなこの膜状材料をいろんな方向に展開していこうという、研究がされていました。で、一つ、まず目を見張る軽くて強いこと、この機械物性にフォーカスして見ても、このいろんな、アシュビープロットですね、横軸に強さ、縦軸に、弾性率取ったときに、いろんな材料をプロットした場合に、この透明な紙、フィルム状の集積体というのは、今までにない弾性率と強度の組み合わせを有していると。それだけで非常にユニークなんですが、その構造特性というか、機械物性を使うときに最大の課題は、薄いこと。特に店舗酸化ナノファイバーの場合、その他機械回線型ナノファイバーに比べて、非常に粘度が高くて、流動性は 1%、濃度 1% になると流動性もほとんど失ってしまうようなものになってしまいます。ほとんどが水。そうすると、例えばソルベントキャスティング、溶媒キャスト法、または、塗布、もしくは減圧ろ過、湿式で減圧する方法、これ産業的に一番、減圧ろ過が一番取られてるんですが、
どうしても目詰まりしてしまって、1回の生成で数十ミクロンレベルの薄膜しか形成できないというのが1点目の課題であったと。よく我々が学会で、国際学会でいろいろ喋ってると、強いのはいいけどペラペラで薄いよねなんていう話を、昔からよく聞いていました。で、当然の発想として積層すればいいじゃないかということで、エポキシ樹脂ですとか、いろんな透明樹脂使って接着剤で積層するっていうプロセスっていうのは、産業的にもアカデミアでもいっぱい取られてきたんですが、やはりそこで接着剤としてエポキシ樹脂とか市販の接着剤使ってしまうと、そっちに物性が引っ張られてしまうと。例えば300メガパスカル、1枚のフィルムで300メガパスカル出たとしても、接着剤を入れることで50メガぐらいに落ちてしまうとか、普通のそっちのプラスチックの樹脂の方の物性に引っ張られてしまうというのがありました。で、そこで我々、ナノファイバー、透明な紙自身、ナノファイバーの集積体自身が、ナノファイバーの自己接着性、要は強い相互作用によってもたらされているということに着眼しまして、接着剤自身、セルロースナノファイバーを接着剤として使って積層してみました。やってることは非常にシンプルで、ナノファイバーのエタノール分散液です。これはちょっと防潤性を抑えるためにエタノールを加えてるんですけれども、店舗酸化 CNF、アルコール大体 50% ぐらいまでだったら分散状態維持していられます。で、それ入れた状態で、そこにざっと、フィルムを入れて、バチッとワンステップっていうんですか、ホットプレスでギュッと、乾燥させるということをやってみました。で、そうすると、これは予想できる範囲なんですが、非常に透明な板を作ることができました。透明なフィルムをナノファイバーで接着すると、スライドガラス状の透明な板を形成することができました。プロセス自体は非常にシンプルですので、1ミリ圧、ちょっとこれ実際研究している学生の負担が非常に大きいので、こう 3.5 ミリ作るのに105枚のナノファイバーフィルムを作って作るんですね。そのかなり拷問に近い研究しなきゃいけないんですけど、それでも一応 3.5 ミリ圧の透明な板材というのをワンステップで形成することができると。で、その他、積層体ですので、乾燥することで形がフィックスするので、モールディングというか、いろんな形を乾燥させるときに型にはめて乾燥させればいろんな形に成形できるということも分かってきたと。で、特筆すべきは1枚で強かったんですが、積層プロセスを経ることで単層のフィルムよりも強く硬くなるということが分かりました。これは最近分かってきたことなんですが、セルロースナノファイバーの集積体に水熱処理をかけると結晶性が上がるという基礎研究の成果がありまして、これもナノファイバーの単層フィルムをホットプレスしています。で、そこで、結晶性が上がったと。実際結晶角が20% ぐらいでちょっと数値忘れちゃったんですが、結晶性がしっかり上がって、強く硬くなるということが分かりました。この現象自体は、紙パルプの分野で角質化ですとか、いろんな、木材化学の分野でも、水熱かけると強く硬くなったりするような性状もありますし、何もセルロースナノファイバーに限った話ではなく、セルロース特有の性質として理解することができます。で、1枚よりもさらに高強度化し、そしてさらにその他透明材料、普通のガラスですとか、透明プラスチックと比べても強靭であるということ、ちゃんと高複応力を持ってそこから組成変形していくようなことが、この積層体はできるということが分かってきました。一般に透明材料、構造部材として、いわゆる耐荷重性を見越した構造設計はされないと言われていると聞いています。例えばこの建材とかこの建屋にしても、開口部に使う透明材料というものに耐荷重性を要求して設計はしないということで、いろいろな透明材料と比較したときに、このナノファイバーの透明な板というのは一つ頭が飛び出てくる。その他アルミ合金ですとかガラス繊維強化樹脂と同等の強度でかつ軽量であるということが分かってきました。で、冒頭のスライドでお見せしたんですが、これ最近我々の部屋でよくやってるんですけど、店舗酸化 CNF には自己消化性があるということを最近見出しました。
これは、もちろん木材は燃えますし、セルロースも燃えます。ただ、店舗酸化 CNF の場合、表面に、カルボキシ基のナトリウムイオンが導入されています。これのおかげで、放熱容量、ヒートリリースキャパシティが非常に低くなる。もともとこの数値がセルロースだけだと300ぐらいなんですが、それが40ぐらいまで、10分の1以下になる。で、さらに、ナトリウムイオンが、燃えたところに残るので、要は難燃性の被膜を作るっていうことも分かってきました。まず放熱容量が低い。そして、ナトリウムのカルボキシレートがあるので、それが、難燃性の膜を作るということで、さらなる炎の進展を妨げるということが分かってきました。で、例えば、同じと、今直前にお見せしたのは PMMA との比較ですが、プラスチックが燃えると。じゃあガラスと比較したらどうか。で、これちょっと動画じゃないんですけど、例えばこれガラス、片面にジェット噴流でバーッと炎を当てると、熱膨張の差によって、片面が熱膨張して、裏面が常温だとすると、歪みが生じてバーンって割れるっていうのが一般的に起こると。それを解決したガラスもあるとは思うんですけれども、一般ガラスとしてはこういう挙動をする。で、それに対して、この透明な積層体というのは、厚さ1ミリで30秒以上バーッとバーナーで炙っていても貫通しないような、優れた自己消火性能、難燃性を示すということが分かってきました。その他、熱伝導率の違法性も、これちょっとナノファイバーの配光性というか、その板の中でナノファイバーが寝ているので、寝ている方向には熱を伝えて、面直方向というんですか、その面方向、面に垂直な方向には熱を通さないという性質があるんですけれども、それがこの板でもしっかりと見えてくるということが分かりました。例えば同じ厚みのガラスと比較したときに、サーモグラフィー取ったときに、例えばガラスであればわずか10秒でその下のホットプレートの温度になりますが、この透明な板材、同じ厚みでも、まだその半分ぐらいの温度でいられると。もちろんこれはやはり断熱性というのは厚みに比例しますので、1枚のフィルムであれば全然すぐにあったかくなってしまう。先ほどお見せした燃焼試験に関しましても、あれ1枚だと、1枚に火をつけるとその着火した部分はすぐに体積が失われてしまいます。これも厚みが非常に関係していて、この燃焼、プラスチック材料の燃焼というのはその断面積に、要は酸素要求量というのは断面積に比例するというお話があります。この透明な板材もしっかりと厚み、断面積を稼ぐことで、体積を減少しない燃焼、非常に優れた自己消火性を伴うということが、分かってきています。で、ここまで非常にいい物性ばっかり話してたんですが、水ですね、例えばガスバリア性にしろ、強度にしろ、何にしろ、このナノファイバーの透明な紙、耐水性が低いというところが、構造部材として使うときには一番の最大の課題であると、昔から言われていました。で、我々の部屋でもいろんな金属加工ですとか、いろんな検討を進めてきたんですけれども、その中で、最近分かったことが、4価のジルコニウムを加工材に、金属加工材として使うことで、吸水率を 30% 以下まで低減させることができるということが分かりました。普通の透明なナノファイバー、店舗酸化 CNF のフィルムであれば、すぐに、水を吸ってしまいますが、数時間でもうすぐに 2000% 以上吸ってしまいますが、ジルコニウムを体温とすることで 30% 以下まで抑えられる。そしてさらにその表面を、疎水加工することで、撥水性を出すことができる。等々の対策も、取れるようになってきました。ただ、これわずか 30% の水なんですが、強度は250メガパスカルから実は50メガぐらいまで落ちてしまいます。吸水率を 30% 以下まで低減しても強度はすごく落ちてしまう。普通のペットフィルム並みには出るんですけれども、そこまで落ちてしまう。で、ある意味これからやるべきこととしては、その数十%の水をさらにもっと数%まで落とし込むのか、吸った状態でも200メガ出すのか、いろいろと、考えなければいけないと思っています。続いて、多項体の話に移りたいと思います。10年もいかないんですけど、すごく昔に我々の研究室で、
この店舗酸化 CNF から多抗体を作る、超臨界乾燥と呼ばれる特殊な乾燥プロセスを経ると、透明な断熱材ができるという報告をしています。こう透明なブロック状の物質なんですが、断面を顕微鏡で観察していくと、ナノファイバーがスカスカでジャングルジムのような構造を作ると。で、非常に光を散乱しないので、光は通す。けれども、細胞が非常に小さくて、空気の熱伝導を妨げるということで、空気よりも低い熱伝導率を発現するということを報告しております。この現象自体、透明断熱性自体は何もセルロースナノファイバーに限ったものではなく、エアロゲルという物質で語られるもの、一般に関してよく見られる現象です。特にシリカが多いんですけれども、ただそのシリカのエアロゲルに対する優位性としては割れないというところになります。無機ベースの透明断熱材は少しの歪みをかけるとバリンってすぐ割れてしまうんですが、このセルロースナノファイバーから作った透明断熱材は、段ボールのような質感になります。で、ここの特徴を生かして、開口部の熱伝導率を下げる、著しい低炭素効果があると期待されて久しい透明断熱材に向けて研究を進めてきたんですが、これは超臨界乾燥と呼ばれる特殊な乾燥プロセスを使って初めて出る物性であって、いろいろな企業のヒアリング等々を通して、分かったこととして、やはりプロセスとしてダメで、やるべきは例えばただのオーブン乾燥、蒸発乾燥ですね、ですとか、そういった産業実施可能なプロセスでなければ、いくらいい物性が出ても社会に貢献できないということで、これも5、6年前からですね、普通のオーブン乾燥を使って同じような透明断熱材が作れないかという研究を進めてきました。で、オーブン乾燥自体は先ほどの透明な紙、フィルム状の集積体、あれもオーブン乾燥なんですが、分散体から水を飛ばす、乾燥させるとナノファイバーが非常に強く凝集してしまいます。ですので、溶媒ですとか、いろんなパラメータを振って、いかにオーブン乾燥で穴を開けるのかというところにフォーカスを絞って研究をずっと進めてきたんですが、今のところの限界がこれぐらいのものになります。ナノファイバー、店舗酸化 CNF を使ってオーブン乾燥で空撃率 80%、非表面積500。で、見た目としては、例えばこれだったら6ミリ圧で、光がちょっと透き通るような不思議な質感の板が作れるようになりました。で、ただ空撃率が 80% であって、透明断熱材に要求される性能というのが、には至っていません。これが空撃率が 90% 以上になってきたら、一気に世間の注目も変わってくるかと思うんですが、現状、このあと 10% 足りないというのが現実です。熱伝導率としては、低級グレードの断熱、一応断熱グレードではありますが、60ワットぐらいですね、60ミリワットぐらいの熱伝導率になります。で、ただ、機械的に強いというのが一つの特徴で、80% の空撃率を持ちながらも、10メガパスカルぐらいの強度が出てくると。で、いろいろな、気泡のナノファイバー関係の、多抗体と比べても圧倒的な強度を誇るということが分かってきました。で、先ほども出てきましたが、この多抗体にしてもまだ自己消化性を維持できると。これはやはり店舗酸化 CNF の特徴で、そこに金属イオンが介在していることで発現する性能になります。特に今回の場合はアルミニウムを、可強材、ナノファイバーの可強材として使っておりまして、水酸化アルミニウムというのは紙パルプ、業界においてよく、難燃性、自己消化性を出す添加剤として使われていました。そのアイデアをこのナノファイバーにも応用すると、先ほどの自己消化性能よりもさらに高い、性能が出てきたということが分かりました。で、現状、オーブン乾燥では、透明断熱材、要は超臨界乾燥に必する構造体というのは、難しいというのが現状の結論です。ただしかし、産業的に普通のオーブン乾燥で多硬質化したい、ナノファイバーを使って網目を作りたいという
そういう形を作りたいというニーズはあると思っています。それに関して、我々のこの研究成果が、基盤的な知見として、使っていただければなと思っています。で、今は、オーブン乾燥に関しても少し、これからも進めていきたいんですけれども、もう一つの産業実施可能な乾燥手段として、凍結乾燥に今、少しずつシフトしつつあります。食品業界を中心に産業実施されている方法で、ただ、ナノファイバー分散液に直接凍結乾燥を適用すると、氷の結晶が育つことで、得られる多抗体はマクロポアというんでしょうか、数十マイクロメートルぐらいの非常に大きな粗大な穴がボンボンボンと開いて、その穴のこの隙間にナノファイバーが極材化する、いわばプラスチックの発泡体のような形になります。これはこれで非常に面白い構造をしているなとは思うんですけれども、ただ、非表面積が低くて、ナノファイバーが部分的に凝集していますので、光は透過してきません。断熱性もそれほど上がってこないと。で、そこで、氷の結晶を小さくする方針で研究を進めることにしました。で、詳細は割愛してしまうんですが、溶媒等々を変えて、急速凍結することで、凍結乾燥であれば、超臨界乾燥に比する、透明断熱材が作れるということが、ごく最近分かりました。今はこれの、やはりこれ、課題としては、まず水、先ほども申し上げたとおり水、そしてちょっと柔らかいという特性がありますので、ここに基礎蒸着で表面疎水化すると撥水性を出すということもできるということも最近分かってきましたので、今もう少し社会の皆さんに、産業界の皆さんに、これだったら少し触ってもいいなというところまでアカデミアで少し持っていけたらいいなというふうに思っています。今、北越コーポレーションさんと共同研究を進めているんですけれども、今、凍結乾燥、もともと超臨界乾燥だと本当に数センチ角ぐらいのものしかできなかったんですが、非常に大きなものがラボでもできるようになってきました。最大で A4 サイズだとか、ちょっとサイズは忘れちゃったんですけれども、会社の方で、実施してくれた、研究成果としては非常に大面積でワンステップで大きな透明断熱性のシートができるということも、分かってきました。そして、最後のトピック、プラスチック補強になります。我々店舗参加 CNF、使っていて、大学のラボだからできるようなモデル実験というのを中心に進めてきたんですけれども、最近、当研究室の藤沢先生、中心に、もう少し実用化可能な、産業実施可能なプロセスで、樹脂補強、したらどうなるのか、どんな性能が見えてくるのかといった研究を進めておりますので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。で、やはりセルロースナノファイバー浸水性ですので、プラスチックとはなかなか混じりません。で、それで我々の研究室では、表面のカルボキ式を起点に選択的な表面修飾を施すことで、クロロホルムですとか、トルエンですとか、そういった溶媒に均一に分散させる技術を確立しています。で、そのような表面修飾を経ることで、いわばこれも溶媒キャスト法になってしまうんですが、クロロホルムに、今回はこれ PLA ですね。PLA を溶かし込んで、ただ溶媒キャストでフィルムを作ると。そうすると、これ断面を見ていくと、PLA のマトリックスの中で、幅3ナノメートルのナノファイバーが一切の凝集なく孤立して、分散している。非常にナノファイバー一本一本がきれいに分布している。そんな構造体が作れます。で、そのような構造体をしっかり作ると、強く硬くなり、そして脆くならない。元のベース樹脂の伸びを全く落とさず、むしろ上げるような、もうすべての性能を上げられるようなことができると。これは溶媒キャスト法というラボでしか実施できないような方法でやっていますが、それも実現できるということが分かっています。で、さらに、このように孤立分散させて一本一本にすれば、ナノファイバー1、2% で、わずか 1% でも 40% ぐらい弾性率を上げることができると。要はナノファイバー1本の冒頭紹介がありました140ギガパスカルの弾性率、そして3ギガの強度、これしっかりと樹脂のマトリックス中で生かすような形態、すなわち一本一本ほぐして樹脂との相互作用をしっかりと制御してあげれば、
その理論強度が、この線が理論強度なんですけれども、理論的な補強性能が得られる。で、ただこれは、繰り返しになりますが、ラボでしか実施できないような溶媒キャスト法です。で、そこで藤沢先生を中心に、それを水系の産業実施可能なプロセスでできないかということで、目をつけたのがピッカーリングエマルションです。今、ナノファイバー検討されている人ですと、かなりピッカーリング研究している人が、結構多いと思うんですけれども、水と油を混ぜて、その水の中にナノファイバーがいると、それカシャカシャカシャと攪拌することで、エマルション、油滴の表面にナノファイバーが吸着すると。で、それで界面活性剤のように油滴を分散安定化する。ピッカーリングエマルションとして知られる現象ですが、これを起点に樹脂補強にまで持っていけないかということで、検討を進めてまいりました。で、藤沢先生のグループで進めたのが、液状のモノマーとナノファイバーの分散液、そこに重合開始剤を入れておいて、まずは乳化させると。そうすると普通の乳液ができて、このエマルション粒子は数十マイクロメートルです。で、ただここで加熱して重合を始めると、このエマルション粒子が崩壊して、数十マイクロメートルの粒子が数十ナノメートルの固体の樹脂ナノ粒子に変換されて、水中で検出できるような構造になるということが分かりました。これ全く同じスケールの光学顕微鏡ですが、この状態では液状のモノマーとのエマルションで、これ加熱重合した状態、マイクロスケールのエマルション粒子が光学顕微鏡では粒径を確認できないような微小なナノ粒子に、固体ナノ粒子に変換される。で、この状態で簡単にろ過で分離分別することができます。で、得られたものがナノファイバーと樹脂ナノ粒子の複合体であると。で、ここまでこれができれば、ホットプレス等、加熱成形すれば、この状態だとまだ空撃がたくさんありますので、ぎゅっと熱成形してやると透明な均一な複合体ができるという知見が得られています。で、これを起点に、その樹脂ナノ粒子とナノファイバーの複合体をマスターバッチに使って、溶融混連プロセスでどうにか理想強度が出ないかということを、ここの数年、JST のプロジェクトで、東和合成さんと一緒に進めてまいりました。で、今のプロセスで得られたものというのが、この粉体状のものがろ過すると得られるんですけれども、その粉体の中身を見ていくと、ナノファイバー、3ナノメートルのナノファイバー、店舗酸化 CNF と、数十ナノメートルの樹脂のナノ粒子、今回これポリスチなんですけれども、ポリスチレンのナノ粒子とナノファイバーが均一複合化したものが得られます。です。樹脂補強には表面介質、マトリックス樹脂との相互作用が非常に重要だということで、さらに、この乳化重合のプロセスに対して、さらに最後に表面収縮を、入れてやると。普通にろ過するんですが、そのろ過した、保留物に対して上から表面収縮器が溶けた溶液を流通させるだけ。ろ過で回収し、表面収縮器が溶けた水溶液をざっと流すことで、その樹脂ナノ粒子とナノファイバーの複合体、この中のナノファイバーの表面だけを選択的に表面収縮できるということが分かりました。で、これを使ってあげて、溶融混連に持っていくと。で、表面収縮、しても、そのマスターバッジとして活用したこの複合体の形は変わらないということで、そこに ABS のペレットを入れて、溶融混連を押し出し成形して、ナノファイバー濃度を10分の1、2% まで落とし込んで、複合体を作りました。で、そうしますと、元のベースの ABS、よく伸びますので 100% 以上伸びが出ます。で、セルロースナノファイバー単独であれば、多くの方がご存知の通り、100% 以上の人生がわずか数%まで一気に落ち込みます。ただし、そこに表面収縮を入れることで、ぐっと伸びるようになってくると。で、ただここで欠点が、ざっとやった表面収縮だけですと、強度は落ちてしまいますし、ナノファイバーの、弾性率も、複合体の弾性率もちょっと落ちてしまいます。ということで、表面収縮器の差長、その収縮器の長さ、そして導入密度みたいなものを制御して、最適化してあげればいいんではないかと、いうことで、次のステップに進みました。我々基礎研究で、いろんなこのグラフトする差長ですとか、グラフトする密度、いろんな基礎研究を進めてきて、大体これぐらいかなっていう当たりをつけていたので、
で、今回の研究、ABS をターゲットとした場合には、調査探査の割合が75対25ぐらいで入れてあげると、強度を落とさず男性率 1.2 倍で伸びを上げるという、溶媒キャスト法、モデル系で組んでいたような現象を溶融混練で再現することができるということが分かってきました。ただ、これはまだそのナノファイバーの理論強度が出ていません。要は140ギガパスカルぐらいの弾性率を発揮できていない。強度、それを出すには、やはり、ここからさらに、ナノファイバーの添加量を 1%、そして 0.5% まで落とす努力が必要であると。表面収縮器の選定ですとか、いろいろまだパラメータはあると思うんですけれども、これからも、ここに関しては藤沢先生中心に進めていくと、聞いています。ナノファイバーはやはりコストが高いというのが一番あると思うんですけれども、やはりこの樹脂補強に使うとした場合、構造材として使う場合に、いろんな市場価格はあると思うんですが、ナノファイバー、添加量を 1%、できれば 0.5% に落として、本当に 1.2 倍が実現できれば、いろんな市場拡大ができるのではないかなというふうに思っています。実際、現状の出回っている店舗参加 CNF のコストを考えると、0.5%、本当に理想強度が出ないと、難しいのではないかなというふうに理解していますので、諦めず、ここに関しては研究を進めていきたいと思っています。で、その他、多抗体を、産業実施可能な凍結乾燥プロセスで、形成することができましたので、いわば炭素繊維強化樹脂のようにプリプレグ法で、厚物を、作れないかということで、この透明断熱材にジュッと樹脂を染み込ませて硬化させると、本当にすごく分厚い透明な板が、できるようになりました。でそうすると、いろいろな、ナノファイバーの機械的な性能、熱的な性能をぐっと、一ついいところは、このプリプレグ法のいいところは、ナノファイバー、これ一本一本孤立しています。3ナノメートルのナノファイバーがジャングルジムを作って、部分的な凝集とかなく均一にネットワークを組んでいると。ということで、そこに樹脂を染み込ませることで、従来のプリプレグ法よりも、そのナノファイバーの性能を引き出せるというところで進めてまいりました。で、さらに、店舗参加 CNF であれば、この難燃性をプラスチックに付与することができるということも少し見えてきた。付加価値をつけてコスト吸収できればなというふうに思っています。45分まででしたっけ？40、ちょっと早いんですけど、雑白でしたが、こういった研究を進めてまいりました。我々としては、アカデミアの立場において、どういうデータがアカデミアで出ていれば、産業の方々が少し興味を持ってくれるのかなといったところを重要視して、研究しています。いろいろと特に産業界の方から、もう少しこうしてほしい、ああしてほしいといった、お声、をいただければなと思っておりますので、お気軽にご連絡いただければなと思います。はい、以上となります。